皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日の最低気温は3度。朝方かなり冷え込みましたが、この日は寒くなるのが分かっていたので、多肉を軒下に避難させていました。まだ気温も氷点下にはなっていないため、寒さに弱い多肉もこれぐらいの寒さではまだまだ大丈夫。それでも心配な時はオーニングを下ろして少しでも多肉にオーニングがかかるようにしています。ベランダはまだ寒冷車のままなので、そろそろビニールシートが必要ですね。今日は今からこの多肉たちをすべてどかして、ビニールハウスの支柱にビニールをかけていきます。まずは多肉の大移動。これが一番の大仕事。多肉棚に置いてあるトレイが取り出しやすいように、まずは周りの多肉を避けていきます。改めて鉢を移動したりしていると、多肉以外の植物もたくさんあり、この作業意外と手間なんですよね。しかもこういう時に限って見たこともない虫がたくさん出てきて、虫が苦手な私はキャーキャー悲鳴を上げながら多肉を移動させています。手前の多肉棚の多肉をほぼ出し終え、奥の多肉も外へ出していきます。ご近所さんからいただいたこのワゴンはコロがついているのでとっても便利なんです。途中家の中にトレイを取りに行ったりと慌ただしく動いて、やっとすべての多肉を外に出すことができました。そしてこの半年分溜まっていたゴミを今からきれいに掃除していきます。このコーヒーの麻袋を避けて、土を棚から出してみると、そこにも枯れ葉がたくさん溜まっていました。そして多肉棚にあった多肉のトレイをすべて並べてみると、こんなにありました。多肉棚も多肉がなくなってすっきりしています。反対側にも避けた多肉たちがたくさん置いてあります。木のロングプランターはお隣さんとの塀にちょっと置かしていただきました。とりあえず棚を手前に避けて、溜まっていた土や枯れ葉などをほうきで掃いていきます。鹿沼土は特に土が乾燥すると風で飛びやすくなるので、結構下に溜まっています。そしてこの鹿沼土の厄介なところは、踏んでしまうと白く粉々に砕けてしまうので、後の掃除が大変になるところなんです。掃き掃除も終わって、ビニールハウスの骨組みを確認してみると、やっぱり少し緩んでいるので、ここはもう一度しっかりはめ込んでいきます。背が低いので手の届かない場所は脚立を移動させながらしっかりはめ込んでいきます。ハウスのビニールを外してから約半年が経ちましたが、意外とジョイント部分が緩んでいて外れている場所もありました。そして掃除の仕上げは、ほうきでは取りきれなかった汚れをホースを使い水で洗い流していきます。年末の大掃除も近づいてきていますが、ここにビニールシートをかけてしまうと、吐き出し口の網戸や窓ガラスをきれいにすることができないので、ついでにここで窓や網戸の汚れは一緒に洗い流しておきました。地面が乾くまでは家でちょっとブレイクタイム。地面も乾き、網戸と窓もきれいになりました。今まで多肉棚に置いてあった多肉たちも外に出てリフレッシュできたかな？
この多肉を多肉棚に戻す前に、まずはこのビニールシートをハウスの骨組みにセットしていきます。そうそう、忘れるところでした。このビニールシートは入り口部分にファスナーがついているため、先にこのファスナー部分を開けておいた方がシートが骨組みにかぶせやすいんです。いよいよビニールシートをハウスの骨組みにセットしていくんですが、背の低い私にはこの作業がちょっと大変なんですよね。はじめにハウスの骨組みの中心にこのビニールシートを置き、手前から徐々に広げながらハウスの骨組みにビニールシートをかけていきます。ある程度手前の骨組みにビニールシートをかけることができたら、あとは簡単です。ビニールをしっかり下まで引いたら、入り口のシートを巻き上げて、シートについている紐をしっかりと結んでおきます。これでやっとビニールハウスの完成です。ビニールをしまう前に外したビニールをきれいに水洗いしていたおかげで、新品のようにとてもきれいです。床もきれいになり、今から多肉棚に多肉を戻していきます。その前にせっかくなので外に出したこの多肉たちのトレイを1枚ずつ見ていこうと思います。この日はあいにく曇り空。あまりきれいには撮れていませんが、それでもこの可愛い紅葉を見ると心も和みます。ひときわ赤く紅葉しているのはデザートローズ。トレイ一枚一枚それぞれ紅葉の色が違うのも面白いですね。マルガン×ソクヨンはほぼ緑。そしてこのトレイは緑でもいろんな色の緑が色鮮やかです。葉がフリフリとしているのはブルーリボン。この苗も寒さに弱いです。そしてこの小さなカゴの多肉たちは黒トレイに入れ替えています。というのも少しでも多くの多肉をハウスの中に入れたいので、トレイも整理しています。いよいよハウスの中に多肉のトレイをセットしていきます。入り口が狭いのでトレイをひっくり返さないように注意しながら中に運び入れていきます。そして場所の有効活用のためにカゴを紐で吊るしてみたり、そして多肉棚からわざとトレイをはみ出しておいて紐で落ちないように留めてみたりと、いろいろ置き場所を工夫しています。それでも外にこれだけの多肉が残っているんですけどね。ビニールハウスの中は多肉でいっぱいになりました。そしていつものようにハウスの骨組みには多肉を引っ掛けて吊るしています。今年は多肉棚の位置を少しずらして手前にワゴンを置くようにしました。この方が断然ハウスの中での作業がしやすくなりました。それでもやっぱり多肉棚の一番下はちょっと多肉のお世話が大変そうです。ここは改善の余地ありですね。吊るしたカゴの中には寒さに弱い多肉たちを入れています。そして結局秋に植え替えできなかったカンテも今鉢を注文しているので、これから少しずつですが植え替えをしていきたいと思います。残るはこのセダム。まだまだこんなに。これをどうしましょう。寒くなり火祭りも赤くなってきました。この葉ざしっこは部屋の中に避難させてもいいかな。はい、ということで
今日の動画は多肉の冬越しの準備ということで、すべての多肉を多肉棚から下ろしてビニールハウスの支柱にビニールをかけていきました。いかがだったでしょうか。そして多肉の置き場所ですが、これから多肉の様子を一つずつ観察しながら、その場所が合わないようなら他の多肉と入れ替えていく予定です。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。